ようございます。本日亀沼の九州旅行3日目でございます。まずはじめに熊本城やってまいりました。日本三名城の一つでもあるこの熊本城に来ました。現在はですね、2016年に発生した地震によって大きな被害を受けており、実際熊本城の方には行けないんですけれども、今いるところ熊本市役所の14階がちょうど撮影スポットになってまして、春はですね、このように桜の名所にもなってまして、熊本城は桜もすごい綺麗に撮れるらしいです。この後はですね、火山ガスの状況とか見て那須の方に向かっていこうかなって思っております。では今日も一日行ってまいりましょう。河口付近に向かう前にお昼ご飯を食べていこうかなというふうに思います。熊本のですね、ご当地名物ということで赤牛をお昼ご飯はいただこうかなというふうに思っております。これ食べた後、あちらの阿蘇山に向かっていこうと思います。いただきます。味噌汁が合わない阿蘇山の河口の方にやってまいりました。ガスが発生しているので、ギリギリまでは行けないんですけれども、今ここは偶然行けたのでやってまいりました。もうここからでもあの通り大迫力ですね。2020年の9月ぐらいまではここまで来れなかったらしくて、見に来れてよかったですね。この反対側もですね、めちゃくちゃ景色いいです。見晴らし、夕日もここ今ちょうど14時半とかなんですけど、多分日が落ちる方向だと思うので、こっち夕日撮影にも向いてるかなっていう風に思っております。今飛んでないですけど、なんか数分に1回上ヘリが飛んでます。でこれが遊覧飛行できるらしくて、数千円で乗れるらしいので、ぜひ時間がある人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで僕たちももうちょっと撮影だとかを楽しんできます。てかあっち風は冷たかったけど少し、いやちょっと涼しいっつっても全然半袖で戦えるぐらいな感じで、もう10月半ばなの。これかな？え？これかなって。どっから乗れるの？ああ、そうね。ついでなので遊覧飛行の方乗ってこうかなというふうに思っております。河口の方まで行くっぽいんですごい楽しみですね。7分ぐらい乗ります。7分。すごい、もう音が。行ってきます。もう中見えますね、しっかり。そうでした。いやー、もう7分、なんかもう1分ぐらいに感じましたね。もうやばかったです。なんかもうボキャブラリーないですけどすごい良かったです。河口も多分バッチリ撮れてるんで、はい、もう最高でしたいやー、良かったですね。7分が一瞬でしたね。河口から降りていくところの途中にヘリ乗れるところあるので、ぜひ皆さんも乗ってみてほしいです。これは写真ずっと撮ってたんですけど、普通に見てたかったですね、本音言うとこの動画後で見返そう。この動画を見返した松原行きのフェリーに乗りました。熊本港から松原港まで60分かかるらしいので、ゆったりと揺られながら向かっていこうと思います。では行ってきます。ギリギリだったね。夕日を撮った後19時半の最終日に乗ればいいやって最悪思ってたんですけど、この期間は17時40分が最終日というところで、もう夕日を捨ててフェリーに乗ったところ、日の入りの時刻が17時46分、これ出港が17時40分と。で外見てみたらもうちょうどね、日の入りでいい写真撮れたと思うので、これもくまモンのおかげ。もう熊本阿蘇でヘリも乗ったし、もう最高でしたね。乗り物いっぱい乗るね。そうね、ヘリ乗った、船乗った、で海行ったし山行ったしみたいな、もう制覇というところで、ゆったりして長崎の方に向かっていこうかなというふうに思っております。長崎市到着いたしました。長崎名物ちゃんぽん、生からすみちゃんぽんでかなり有名なお店らしいので、ここで現地のちゃんぽん楽しんでこようと思ってます。じゃあお店行ってきます。2人、はい、長崎駅前のラオリーさんの、ちゃんぽんなんですけども、でかい。じゃあいただきます。美味しい。しみる、体にうますぎる。
長崎の1つ目のスポット、銀冠山公園の方にやってまいりました。このように夜景がバッチリと見えます。長崎港も見渡せますし、女神大橋も見ることができるスポットとなっております。長崎は世界新三大夜景にも認定されているらしくて、こちらですね、ここに書いてある通り、平成24年10月に世界新三大夜景にも認定されているほど、もうすごい夜景ですね。確かに今まで見てきた夜景の中でもかなりハイレベルな夜景でして、撮ってて楽しいですね。もういろんなレンズで試したくなるような感じのスポットですので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。というところで、次のスポット、まだ長崎続きます。引き続き頑張っていきます。長崎県の稲佐山にやってまいりました。先ほどは鍋冠山公園にいたと思うんですけども、隣にあるあそこ赤いやつ、GoPro 映ってるかな。あそこら辺からさっき撮影してたんですけども、今回はその反対側から長崎市内の方に向けて撮影しております。長崎市のランドマーク的な存在らしくて、ここは夜景の鑑賞にもうめちゃくちゃ人気のスポットとなっております。肉眼にも収まらないくらい広角ですので、ぜひ撮影する方は、できれば20ミリより下のレンズを持って撮影しに来ると多分素晴らしい景色になると思うので、3日目最後のスポットをやってまいりました。長崎県の大島ですね。大島大橋と一緒に星を撮れるというスポットで、肉眼でバッチリ星見えてます。正直驚きました。人の目ってその夜星になれるまではあんまり見えてないんですけれども、今回来て降りてすぐもう上見上げたらもう星バッチリ見えたんで、これ相当やばいです。このライトでめっちゃ眩しくなったら星見えなくなる。今このライト当たってるんで瞳孔が狭まって、今上見上げたら星全然見えないですね。というところで撮影してまいります。佐世保着きました。もう限界です。ホテルも延長2時間しました。これ睡眠の重要性ということで、しっかりと睡眠とって安全運転で明日もやっていこうと思います。では皆さんおやすみ。